皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、未だ発展途上中である量子コンピュータについて考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。量子コンピュータの発展と政治、権力、利権、科学技術の発展に伴う未来社会の可能性について探るこの論文では、21世紀初頭におけるテクノロジーと社会の交わりがもたらす複雑な展望に焦点を当てます。科学技術の進歩が我々の生活を変える一方で、その進展は政治、権力関係、利権形成にいかなる影響を及ぼすのか、また、これに対抗する市民社会がどのように形成されるのかを探求します。近年、量子コンピュータ技術は革新的な進歩を遂げ、古典的なコンピュータの制約を超える能力を有しています。この進展は、情報処理の新たな次元を切り開くものであり、暗号解読や複雑な計算問題の解決など、従来の技術が難しくとも可能となるでしょう。しかしながら、この技術の進展が社会にもたらす変化は、単なる技術的な進歩以上のものであり、その影響は、政治権力や権力関係、利権形成にも大きな波及効果をもたらすでしょう。政治的な側面では、量子コンピュータ技術の導入は、情報制御や監視の新たな段階を開く可能性があります。政府や大手組織は、市民のデータをより効果的に取り扱い、統制する手段を手に入れることで、権力をより強固なものとするでしょう。これにより、プライバシーの侵害が進む中、社会は新たな監視機能の存在に対峙することになるでしょう。同時に、科学技術の進展が新たな利権構造を形成する可能性も考えられます。量子コンピュータ技術が持つ力は膨大であり、その利用によって新たな経済的な力学が生まれることでしょう。これが進む中で、一部の権力者がこれを乱用し、社会的な公正さが損なわれる可能性もあります。しかし、これに対抗する手段も生まれるでしょう。科学技術の進展がもたらす新たな応用分野において、市民や社会はより公正な構造を求める動きを見せることでしょう。倫理的な問題に対する議論や社会的な課題への取り組みが加速し、新たな規範や法制度の構築が求められるでしょう。量子コンピュータの発展と政治。量子コンピュータの発展が政治に及ぼす影響は、未来社会における権力関係や情報制御の新たな相棒を形成するでしょう。この技術の進展は、政府や大手組織が持つ権力をより効果的かつ拡張された形で行使できる可能性を秘めています。そのため、政治的な側面から見た量子コンピュータの発展には、社会に大きな波及効果をもたらすと予測されます。まず、量子コンピュータの性能向上は、情報処理の速度と複雑性において、前例のない進化をもたらします。これにより、従来の暗号技術が脆弱化され、暗号解読が可能となる可能性が浮上します。政府や機関がこれを活用すれば、通信の傍受や暗号解読が容易になり、国家安全保障や情報収集の新たな手段が生まれるでしょう。しかし、同時にこれは市民のプライバシーへの深刻な脅威をもたらす可能性があり、個々の権利と安全保障のバランスが問われることになります。さらに、政治権力の拡大として、量子コンピュータの利用による情報統制や監視の向上が考えられます。大規模データ処理の能力向上により、政府は市民の行動や思考をより詳細に把握し、社会全体を統制する手段を強化できるでしょう。これにより、
市民の行動や言論の自由に対する制約が生じ、社会はより厳格な監視機構にさらされることになります。同時に、政府や機関が量子コンピュータを利用する中で、新たなサイバーセキュリティの課題も浮上するでしょう。量子コンピュータは、通常のコンピュータよりも複雑な計算が可能であるため、新しいセキュリティプロトコルや対策が必要となります。政府はこれに対処するために、新たな法規や国際的な協定を模索する必要があり、国際的なサイバーセキュリティの枠組みも再検討されるでしょう。一方で、政府や機関が量子コンピュータ技術を用いて、社会をより効果的に統制しようとする一方で、市民社会はこれに対抗する手段を模索することになります。個人のプライバシー、擁護や情報へのアクセス権の主張が高まり、量子コンピュータ技術の利用に伴う倫理的な問題に対する市民の意識が高まるでしょう。科学技術の進展と利権の形成。科学技術の進展と、特に量子コンピュータ技術の成熟は、新たな利権構造の形成において大きな影響をもたらすでしょう。この進展がもたらす力学は、経済や社会において新しい潮流を生み出す可能性がありますが、同時にその力を乱用し、不平等や不正義を引き起こす懸念も存在します。まず、量子コンピュータ技術の進展に伴って、新たな産業やビジネスモデルが形成されることが期待されます。量子コンピュータは、通常のコンピュータとは異なるアルゴリズムを使用するため、特に暗号解読や複雑な最適化問題において、劇的な性能向上が期待されます。これにより、セキュリティ、医療、物流など、様々な産業分野で、新しいサービスや製品が生まれるでしょう。こうした分野に進出する企業や組織は、技術の持つ巨大な潜在力を活かし、市場において優位性を築くことができます。しかしながら、これには新たな利権構造の形成に伴う潜在的な問題も浮上します。量子コンピュータ技術の独占的な保持や利用により、一部の企業や国が技術のモノポリーを確立し、市場の健全な競争が崩れる可能性があります。これによって、技術の進歩が一部の特定の権力者によってコントロールされ、公正でない経済構造が形成される危険性があります。また、利権構造の形成には、知識や特許権の問題も深く関わっています。量子コンピュータ技術は、高度な知識と専門的なスキルが必要であり、これが限られたエキスパート層に集中する可能性があります。この専門知識の集中によって、技術にアクセスできる組織や個人が制限され、技術の透明性や公平性が損なわれる可能性があります。一方で、科学技術の進展による利権の形成は、社会において新たな価値観や倫理的な問題を引き起こすことも考えられます。例えば、個人のプライバシーが量子コンピュータ技術によって脅かされる中、個人と権力のバランスや技術の倫理に対する議論が激化するでしょう。同様に、技術を保有する組織が巨大な経済的権力を握る場合、社会的責任や公共の利益に対する取り組みが要求されます。倫理的な問題と社会的な課題。科学技術の進展。特に、量子コンピュータ技術の成熟は、倫理的な問題と社会的な課題を引き起こす可能性があります。この先駆的な技術がもたらす新たな機会とともに、個人の権利や社会全体の価値観に関する懸念が浮上することでしょう。まず、量子コンピュータ技術に関する最も重要な倫理的な問題の一つは、プライバシーとセキュリティの脆弱性です。通常のコンピュータの性能を超える量子コンピュータは、従来の暗号技術を容易に解読する可能性があります。これにより、個人や組織の機密情報が容易に漏洩する危険性が高まります。政府や企業がこの技術を用いて、広範な監視を行えば、市民のプライバシーは脅かされることとなり、これが民主主義や個々の人権に対する深刻な挑戦となり得ます。
さらに、量子コンピュータの利用が進む中で、人工知能との組み合わせにより、倫理的なジレンマが浮上することも考えられます。量子コンピュータによって得られる膨大なデータが、個人の行動や意向を詳細に把握することが可能となります。これに基づいて行われる予測や判断が、個人の意思決定や自由を制約する可能性があります。例えば、個人の行動パターンに基づいて、政府が予防的な介入を行うことは、市民の自由を制限する側面を持ち、権威主義的な社会の構築につながりかねません。一方で、倫理的な問題に関連して、技術の進展が格差を拡大させる可能性も考えられます。高度な技術の導入には、高度な知識とスキルが必要であり、これが一部のエキスパート層に集中することで、新しいデジタル格差が生まれる危険性があります。これが進むと、一部の特権階級が技術の進歩を享受する一方で、他の層は取り残され、社会全体の不平等が拡大する可能性があります。社会的な課題としては、量子コンピュータ技術の導入による雇用の変化が挙げられます。新しい技術の採用に伴い、一部の業種では自動化や効率化が進み、それに伴って従来の雇用が減少する可能性があります。これが広範囲にわたる場合、失業や職業の変化による社会的な不安が広がることが懸念されます。そのため、技術の進化とともに、教育や労働市場の適応を促進し、労働者のスキルを向上させる必要があります。倫理的な問題や社会的な課題に対処するためには、法規制や規範の整備が不可欠です。透明性の確保、データの適切な管理、人権の保護、そして社会的インクルージョンの促進が重要な要素となります。市民社会、政府、企業の連携によって技術の進歩を社会全体にとって有益なものに変えるための枠組みづくりが求められます。未来社会においては、技術の進展が倫理と社会的な側面で調和を取るために継続的な対話と調整が必要です。新たな科学技術の応用分野。新たな科学技術、特に量子コンピュータ技術の進展は様々な分野での応用の可能性を広げ、社会に革新的な変革をもたらす見通しです。これらの応用分野では、効率の向上や問題の解決に対する期待が高まっており、科学技術が生活や産業のあり方を変える可能性があります。まず、量子コンピュータ技術の進展によって、複雑な計算問題への新しいアプローチが可能となります。これにより、素材科学や医薬品開発などの分野でのシミュレーションがより現実的になります。例えば、新しい材料の設計や医薬品の分子構造の解明において、通常のコンピュータでは非常に時間がかかるものが、量子コンピュータを用いることで迅速に解決される可能性があります。また、量子センシングは環境モニタリングや地球観測などでの利用が期待されます。量子コンピュータが持つ高度な計算能力を用いて大量のセンサーデータをリアルタイムで解析することで地球の変化や環境の状態を高精度かつ迅速に把握できます。これにより、気象予測、地震予知、環境保全などにおいて新たな知見が得られる可能性があります。量子通信技術も注目すべき分野の一つです。通常の通信では暗号解読の危険性が常に存在しますが、量子通信では量子の特性を利用して通信の安全性を確保できます。これにより、機密情報の送受信や金融取引などがより安全かつ信頼性の高いものとなり、サイバーセキュリティの向上が期待されます。エネルギー分野でも量子コンピュータ技術が新たな展開をもたらします。例えば、新しいエネルギー材料の発見や電力ネットワークの最適化において量子コンピュータを活用することで、従来の手法では困難だった問題にアプローチできるようになります。これにより、持続可能なエネルギーの開発や効率的なエネルギー利用が促進される可能性があります。
医療分野においても、量子コンピュータ技術が新しい展望を開くことが期待されます。生体の複雑なシミュレーションや遺伝子解析において、量子コンピュータの高速な計算能力が進展を促進し、新しい治療法や医薬品の開発に寄与するでしょう。また、個々の患者に合わせたパーソナライズドメディシンの実現が可能となり、医療の精度と効果が向上することが期待されます。市民の対抗手段と組織。市民の対抗手段と組織は、新たな科学技術やテクノロジーの進展に伴って重要性を増しています。特に量子コンピュータ技術やその他の先進技術の導入により、市民は新たな権力構造や倫理的な問題に直面しています。こうした挑戦に対抗するため、市民が組織を形成し、個別の対抗手段を見出すことが求められます。まず、市民の対抗手段としての情報の公正な利用が挙げられます。テクノロジーの進歩により、情報が簡単に収集伝達される一方で、その情報を適切に理解し、公正に利用することが難しくなっています。市民は情報教育を受け、情報を冷静かつ批判的に評価できるスキルを身につける必要があります。これにより、市民は科学技術の進展に伴う情報の洗練された理解を深め、権力構造に対して主体的かつ的確なアクションを起こすことができます。また、倫理的な問題への関心と対抗手段の確立が必要です。市民は倫理的な側面に敏感であり、科学技術が引き起こす懸念に対処するために、倫理的な原則に基づいた意識の向上が求められます。倫理的な問題に対する議論や意見交換が盛んに行われ、個々の市民が倫理的なスタンスを明確にし、それに基づいて行動することが、新しい技術の進展に対する対抗手段となります。市民組織の形成も、技術進化に対する市民の対抗手段として効果的です。特に、科学技術の進展により生まれる、新しい権力構造や利権に対抗するための組織は、市民の声をまとめて、強力な影響を行使する可能性があります。市民組織は個々の力を結集し、特定の社会的な課題に対するアクションを促進します。これにより、市民の意見が大きな影響を持ち、新たな技術の導入や利用において、公正さや倫理性を確保する役割を果たします。政治参加と市民の声の主張も重要です。民主主義社会において、市民は政治的な手段を利用して意見を表明し、政策に影響を与える権利を持っています。科学技術の進展に伴う課題に対しても、市民は政治参加を通じて意見を主張し、政府や機関に対して責任を追及することが求められます。選挙、公聴会、政策提言などを通じて、市民は積極的に参加し、技術の進展が公共の利益に資するように働きかけることが可能です。法的手段も市民の対抗手段として重要です。法的な枠組みが不十分であれば、市民は法改正や新たな法の制定を促進するために行動することが求められます。法的な手段によって、個人のプライバシー保護や権利の侵害に対する保障、科学技術の利用における透明性の確保などが実現され、社会全体における公正な取り決めが進むことが期待されます。結論。未来社会において科学技術の進展は新たな可能性とともに様々な課題をもたらすことが予想されます。特に量子コンピュータ技術の進化は政治、経済、社会構造の変革を引き起こすであろう。これに伴う権力構造の変化、利権の形成、倫理的な問題、社会的な課題は市民が対抗する必要があります。量子コンピュータ技術の進展は政治権力に影響を与え、様々なレベルで新しい権力構造を生む可能性があります。高度な情報処理能力を有する量子コンピュータは、通常のコンピュータでは解決が難しい課題に対処し、
それにより政府や機関が持つ情報収集や意思決定のプロセスが大きく変わることが考えられます。しかし、同時にこれが市民のプライバシーや自由に対する脅威となり、権力の乱用の可能性を招くでしょう。政治と科学技術の融合により、情報統制や市民の監視が進む可能性もあります。大規模なデータ処理によって、政府や機関は市民の行動や思考を細かく把握し、社会の統制を強化できるでしょう。これにより、市民のプライバシーと自由が侵害される懸念が生じ、デジタル社会における権利と権力のバランスが問われます。量子コンピュータ技術が進む中でのサイバーセキュリティの課題も大きい。新たな計算手法により、これまでの暗号技術が破られる可能性が高まり、サイバー攻撃の手法も進化するでしょう。政府や企業はこれに対抗するために新たなセキュリティ対策を講じる必要があり、国際的な協力も不可欠です。一方で、市民は自らのデータ保護に対する意識を高め、セキュリティに対する主体的な取り組みが求められます。利権の形成は、科学技術の進展に伴い、新たな経済構造や産業が形成される中で発生する課題です。特に量子コンピュータ技術は、通常のコンピュータでは解けない問題に対処できるため、新しいビジネスモデルやサービスが生まれる可能性があります。しかし、これが一部の企業や国による技術の独占を生む危険性も存在します。市民は、公正で競争のある市場を維持するために、独占的な利権形成に対抗するメカニズムを模索する必要があります。科学技術の進展がもたらす倫理的な問題に対しても、市民は議論し、意見を表明する必要があります。例えば、個人のプライバシーの侵害や人工知能との組み合わせによる意思決定の透明性など、技術が倫理的なジレンマを生む場面は数多くあります。市民は科学技術の進展が社会に与える影響に対して倫理的な基準や価値観を共有し、それに基づいて議論を深めることが求められます。市民が対抗手段を発揮する上で、組織の役割は重要です。市民組織は個々の声をまとめ、大きな影響力を持つ存在となり得ます。科学技術の進展に対して懸念を抱く市民が集まり、共通の目標に向けて活動することで、政府や企業に対して影響を及ぼすことができます。組織は調査や提言、プロジェクトの推進などを通じて、市民の立場を強化し、科学技術の進展が社会にプラスの影響を与えるよう促進します。法的手段も市民が権利を守る上で不可欠です。新しい技術がもたらす課題に対して法律が適切な対応を示すことが求められます。市民は法的手段を駆使して権利の侵害に対抗し、適切な法規制が整備されるよう積極的な役割を果たすことが重要です。透明性や公正性を求め、法的な手段を通じて科学技術の進展が社会全体に利益をもたらすように働きかけます。また、市民の教育も対抗手段の一環として欠かせません。科学技術の進展に伴って市民が持つべき情報リテラシー、倫理的な判断力、批判的思考能力などが重視されます。教育機関やメディアは市民に対して科学技術の進展に関する理解を促進し、その進展に対して主体的かつ建設的なアプローチを奨励する役割を果たす必要があります。結論として、未来社会において科学技術の進展は様々なチャレンジをもたらすが、市民が主体的に対抗手段を活用し、組織や法的手段を通じて科学技術の進展が社会にポジティブな影響をもたらすように努めることが重要です。市民の参加と組織の働きかけが技術の進展が人間性を尊重し、社会の公正性と持続可能性を確保する方向に導くでしょう。未来社会を築くためには、市民と科学技術が共に協力し、持続可能で包括的な未来を構築するための基盤を築くことが不可欠です。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？
私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく、希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。